はい、では、今日はトークをしていこうということでギタリストの、吉田さくらさんをお招きしました。こんにちは。よろしくお願いします。ギタリストの吉田さくらです。はい。じゃあ最近の活動とかをちょっと軽くご紹介していただけたら。はい。最近は私が所属している鋼っていう、ガールズメタルバンドで主にギターと作詞作曲とあまり威厳のないリーダーをしております。はい。じゃあぜひそのバンドの方も、皆さん聞いていただいてという感じですが、じゃあ何を話しましょうか。なんかさっき、ルーツとかを聞きたいっていうことだったんで、じゃあさくらさんのギターの始めたきっかけとかって聞いていいですか？私がギター始めたきっかけがそのお父さんとお母さんとかもう家が結構洋楽すごい大好きで、毎週日曜とか土曜にそのラジオとか聞いてもう洋楽が流れるような家なんですけど、それでお父さんとかも昔メタルバンドやっててギターそうなんです。そうなんですよ。それでピアノとギターどっちがいいみたいな選択肢を小1の私にもう言ってきて、当時ピアノの教室友達と行ったんですけど難しそうだなと思ってじゃあギターでって言ってそこから始まりました。じゃあ小1でギター？小1でギター。じゃあもう何年も10年以上やっている？そうですね、もう16年目。おーすごいそうなんですね。いやでも大した。はい。じゃあ最初からそういうハードロックとか洋楽系の。はい。最初はなんか私がやりたいJ-POP とかその時は生き物係とかユーとかも大好きだったんですけど、ユーミンとか中島みゆきとかそういうのと混ぜつつ洋楽のキッスとかから始めたりとか、次レッド・ゼッペリンとかやつをコピーしたりとかから始まりました。初めて知ったはい。じゃあ僕は中2ぐらいの時にギター始めて、その頃中学3年間アメリカにいたんで、あっちの子って結構楽器バイオリンだトランペットだ習ってる子が小学校ぐらいから結構多くて、なんか僕も楽器やりたいなと思って、なぜかギターだったら面白そうかなと思ってエレキギターをっていう感じなんで、習い事したくて始めたんで特に誰に憧れたとかはないんですけど、って考えるとなんか似たような感じはあるかもしれないです。始めたきっかけ。そう、ギターヒーローが誰とかじゃなくてギター始めたいからじゃあギターで有名な曲って何かなみたいな、それこそエアロスミスとかディープパープル、レッド・ゼッペリンとかっていう風に掘り下げていったので。そうなんですね。初めてコピーした曲とか覚えてます？初めてコピーした曲、でも記憶にあるのはディープパープルのスモーク・オン・ザ・ウォーター。いいですね。そう今日ギターをねさくらさんのギターちょっと弾かせてもらったりとかしたんですけど、さっきもスモーク・オン・ザ・ウォーターのリフ弾いてた。一番これが弾き手感動しますよね。はい。最初にこれが。そうそう。ででもJ-POP とかも好きだったんで、そういうとこももしかしたらいけるかもしれない。そうですね。はい。僕はシャランキューが好きです。つんくさん。わかるかな。そうそう。そうなんだ。意外ですね。それが一番初めて自分のお金で買った CD。そうなんだ。意外すぎて。ずるい女が入ってる。ずるい。すごいわかりますわかります。M ステとかで聞いてよく見ます。そうそう。そうなんだ。私初めて買った CD もののけ姫のサントラ CD 4000円ぐらいはたいてきた。じゃあ歌もなんていうか、いわゆる J-POP 以外にもそういう映画の音楽とかもサントラとかも大好きです。なんならそっちの CD の方が多いかもしれないです。自分で買う CD。親が洋楽買っちゃうから。なるほど。じゃあ生粋のメタラーというわけでもなかったという。そうですね。もともとそうですよ本当に。じゃあギターをやるにあたってそういうテクニカルなのをやってったらだんだんって感じです。沼に入っていったと。この早弾きとこの歪ませたいにだんだんいって、歪ませるためにギターをやっているんだみたいな女なので。じゃあそのギターの話とかをちょっとしていこうかなと思ってまして、今日はキノファクトリーというメーカーのギターを高田さんいっぱい持ってらっしゃるので、はい。
いろいろ試させてもらったんですけど、なんかギターに対するこだわりとか、なんかこういう仕様が好きですみたいな、例えばフレットの数だったりとか、なんだろうな6弦の方がいいとか、リバースヘッドを、ね、そうですね。なんかずっと今まで違うメーカーの V を使っていて、その時のがリバースヘッドなので、それの馴染みでずっと今リバースとかも使っていて。なるほど。こだわりはそうですね。やっぱ私は6弦派ではありますね。そういう意味で弾きやすさとかは。なんか重さとかはどうですか？重さとかはどちらかというと私は重いギターの方が重い方がいい。ただステージではやっぱりちょっと軽い方が好きなんですけど、なんかレコーディングとかでは重い音の方が自分の好きな音が出るなとか思ってます。ソロとかは。なるほどなるほど。V ギター、V ギター、フライング V っていうのかな。あれを使うきっかけとは？使ったきっかけは最初小1から小2ぐらいまでは、子供用のよくハイドさんとかが使ってる、バード、ファイヤーバードみたいなやつを使ってたんですけど、子供用のファイヤーバードって面白いないけどあるんだね。もうこんなベニヤ板みたいなの積み重ねて、なんかすごい多分すごい悪い音がするようなやつを使ってたんですけど、小3からグレコの赤いフライング V を使い始めて、そこからですね V ずっと使ってて。じゃあ別にそのどのギターヒーローがとかじゃなくて、V かっこいいなみたいな。もうお父さんから授けられて、じゃあこれなんだみたいな感じ。なるほどなるほど。じゃあそのかっこいいかどうかも判断する前にもうすでに弾いてた。弾いてたって感じ。なるほどなるほど。でも最近 V 使う人結構減ってるというか、あんまりね見ないから逆に特に女性でね使ってる人が珍しいから。楽器屋にもそうそう見なくなりましたね。そうですね。なんでそういう意味でなんだろう、自分の吉田さくらといえばこれみたいなギターにはなったのかなっていう意味で、キャラクター作りとしてはなんか自分には合ってるな。あとコーフレットまで弾きやすいんで、ライブでやっぱ V の方がすごい弾きやすい。そうなんだ。やっぱストラトだとこう上の方にどうしても持たないと届かないとかなっちゃうんですけど、でもそうなるとコーフレット弾きにくいみたいな、ここの雑念が生まれて結局 V にV じゃないとみたいな。ちなみに V って座って弾くのは弾きづらいですか？いや、座って弾くのもすごい弾きやすいんですけど、ただレコーディングだと一回一回キーボード触ったりもあるんで、邪魔ってやっぱそうなんです。その時はストラトの方がありがたいだってなったりします。V はここにこう挟むというか、ここに挟んでこうやって回す。なるほど、そうですよね。立てて挟まないとつるんっていっちゃう。もうつるん、こっちでやるともう物理的につっていっちゃうんで。なるほどなるほど。基本これですね。じゃあクラシックみたいなフォームに近くなる。そうですそうです。クラシックギターのフォームです。ちなみにじゃあそのフォームみたいな、やっぱこっちの方が弾きやすいですか？それとも V だと常にこうなります。家で座って弾く時とかって、ストラトは基本これですね。でもこれでも全然弾きやすいです。そうなんだ。ちゃんと足が必要になります。これでもすごい足を乗せる台に左足乗せる。これもこういうスタイルで弾くストラトも大好き。じゃあ両方いけると。なるほど。僕はどうしても普通のこっちに乗せる方しかやってないからなんですけど。それで慣れてしまったんで。じゃあアンプの話とか、アンプ最近ハマってると聞いたんで。なんか今レコーディングのエンジニアさんのお家がすごいアンプがすごくて、それにいろいろ試してるうちに、もともとアンプリチューブとかそういうのでしかあんまり触る機会がなかったので、そういう意味で実機を聞いて、うわ、こんないい音なんだなって実際音作りする上でも役に立ちますし、そのアンプリチューブの方行っても、なんかそういう意味でも生アンプっていいなっていうので、今アンプにハマっております。確かにマイキングとかって、ソフトウェアってこう自由にできるけど、実際そのマイクがどういう意味があるのかとかって分かんないけど、本物でやるとより分かりやすいというか。分かりますね。話してったらね、どういう音になるしとか、コーンから外してったら暗い音になるとかっていうのがより分かりやすい。一回それなんかアンプ試さないと分かんないですよね。アンプリチューブとか言っても。ですし、なんかすごい
生アンプの録音とかしててもなんかパソコン上では聞こえない音がやっぱノイズとかすごいはっきり聞こえてくるから、そういう意味ですごい練習になりますね。確かになんかソフトウェアだとどんだけ変なセッティングしてもそんなに変な音にならないけど、現実世界でやるとあれっていう感じがねあるから、そういう失敗をこう経験してなんかよりいいマイキングとかを覚えていく。なんならノイズサプレッサーでカットできるし、はい、そうそうそう、いらん音出ちゃったって言ってミュートの大切さを改めて知るっていう意味でもなんかアンプで練習するのにもハマってたりします。おー、素晴らしい。で普段弾くときは、どういう家とかで？家とかだとなんかもう最近ずっとなんか曲作りしつつなんかそのアンプリチューブでも練習したりとかが多いですけど、でもちゃんとなんだろう一体化したコンボアンプとかで練習したりも全然します。ちなみにその使い分けというか使い分けはなんかどういう感じで？ちゃんとやっぱレイテンシーがあるのでPC だとなんか聞きづらいなっていう意味で分けてます。空気感ちゃんとダイレクトに来る方が練習になるんで。あとやっぱそのパソコン上で練習してしまうとやっぱライブいざってなった時になんか感覚違うなっていうのに陥ってしまうのは減らすために。なるほど。まあやっぱりスピーカーがね一番違うですね。こういう DTM 用のスピーカーと。そうなんですよ。ちっちゃいとはいえコンボアンプのスピーカー。そういうので分けてます。ちなみにソフトの時のそのレイテンシーで、まあ僕ちょうど昨日とか違う人と SNS 上で、レイテンシーの話になって、僕は、今日もアンプリチューブ鳴らしたりとかしてたんですけど、スタンドアローンで立ち上げてバッファ64とかにしたらほとんど気にならないぐらいなんだけど、それでもやっぱ気になりますか？いや、そこまでいったらもう気になりはしないんですけど、やっぱりなんかこう直のアンプで練習したいなっていう。なるほど。ライブ前は。だそのレイテンシーっていうかはどういう音が出るかとか、レスポンスっていうか。そうですね。そっちですね。なるほど。やっぱパソコン上だと絶対綺麗になんかなってしまうので。確かに。確かにめちゃくちゃな音にあんまりならないように作られているから、特に最近のソフトは。そうなんですよ。なるほど。じゃあ、次は作曲系の話とかを。めっちゃ楽しいです。それいいですね。いろんなスタイルで作曲する人がいると思うんですけど、パソコン使ってやる感じですか？私はもう完全パソコンとかなんでそれで言ったら私は結構ギターリフから決めてそこから全部広げていきたいです。じゃあDAW ソフトスタジオ1。スタジオ1です。スタジオ1である程度テンポを決めていきなりもうギター取っちゃう。クリックで。もうギターリフ決めてそのギターリフに合わせてテンポ決めちゃいます。なるほど。じゃあもうクリックとかも使わずとりあえずバーって弾いて、これいいなと思ったら素材してテンポ合わせてくれる。大体これぐらいだろうなって言って。なるほど。それでじゃあその次にどこ作りますか？ギターをリフできたなってなって、イントロ作ったらその後にドラム当てます。ドラム当てて最後ベース、ラインで入れてって感じで。ベースは弾く？ベースは打ち込みで、とりあえずサクッと基盤作りたい。で後で録音。なるほど。じゃあ最初のギターは仮録音みたいな感じですね。はい、最初は仮です。なるほど。で例えばバンド用だと歌物じゃないですか。でじゃあ歌のメロディーとかは後から乗せていく？そうですね。なんかもう A メロってきたら、そしたら私結構 A メロになった時点で同時進行で歌も考えちゃう。そしたら次どういうふうに B メロ行こうかっていうのが想像つきやすくなって。なるほど。多分その方式って多分ちょっと時間かかるかもしれないですけど、全体作るのが。じゃあギター弾きながら A メロの中 A メロっぽいフレーズ弾きながら頭の中にあんたこういうメロディーかなみたいなのが。そうですそうです。なるほど。当ててって、もう一個ずつ完成させてサビに向かうみたいな。なるほどなるほど。多分遅いです。全然。多分バーって作れたらいいんですけどね。じゃああくまでギターがメインにあってっていう感じ。スタートはだいたいギターが多いです。結構なんか洋楽っぽい作りなのかもしれない。そうなんです。わかんないけど。
皆さんそうなんギターどうですか？いや僕ギターの BGM とかはギターから取っちゃうけど、まさに同じ感じでギターやってドラム当ててやるけど、歌物作る時はやっぱりメロディーとコードがなんかメインだと思うんで、それを鍵盤で先に作ってからでも歌物でも激しいギター系だったらそのコードとかに合わせてギターのフレーズ考えたりとかなるほどっていう感じが、歌物の場合は歌物の場合はピアノからとか、そうですね、ピアノとかでメロディーとコードと作って確かにじゃあ歌のなんかサビがすごいメインの曲はピアノから作った方がうまくいくっていうのそうがあります。ですね、ザ・ J−POP みたいな、はい、ザ・ J−POP でもそこからメタル系に持ってくるのって結構難しいまあ確かにね、だからちょっとそういうなんかバンドっぽさとか、まあ、海外の感じのっぽさを入れたい時はもうバックのオケから作っちゃって後でメロディー作るっていう、なんかやっぱり一説にその日本の音楽の方がメロディー重視というか、海外の方がそういうバックトラック重視っていう感じがあるんで、なんか作り方をジャンルによって変えてるっていう感じです。ドリームシアターとかそうじゃないですか、はい、そうですねなんかやっぱりバンドでバックのリフとか作ってから歌乗っけてるっぽくて、絶対そうですよね、歌から考えてる感じがしますそうそうあ、じゃあちなみにもう一つ、じゃあ作詞もする？作詞もします。じゃあ作詞僕全然しないですけど、どういうなんだろう、はい、どういうふうに作るんですか？作詞それこそなんかメロディーが作詞から曲作るってパターンやったことないんですけど、文字だけあってってのはない、なかなか想像ができない、なんでメロディーとか全部バックの音楽が出来上がってから、まあなんかこの曲ってこんな感じだろうなって思って仮タイトルつけて、その仮タイトルの通りになんか歌詞のワード探したりとか、なるほど、例えば歌詞の曲の題名がじゃあなんだろう、森の仏像とかとかだったら、じゃあ森にある仏像ってどんなのあるかなっていっぱい調べたりとかして、そこから気に入ったワードとかを押さえてなんかそのつなぎ合わせたりとか物語作ったりとかして。じゃあその音楽的な部分だとメロディーを最初に作ってから、全部できてから作詞をするっていう感じ、じゃあ歌いながら作るとかではなくて？そうじゃないですね、歌いながらある程度なんか歌詞のワードとかもメロディーで載せて作ったりもあるんですけど、基本的にはそうですね。この弾き語りの場合ってなんかあんまりメタルの曲作りづらくて、まあ確かに歌物は結構思いつくんですけど、そういう意味でアコースティックとかでジャンジャンとかピアノとかで歌ったりとかいいんですけど、メタルでこれむずいなってなっちゃってもう日本人の感性だなと思って、私そういう意味で難しくて、結構シンガーソングライター系の人だとデタラメ英語で作るみたいな「そうマジャンマジャンスカイ」みたいな感じで当ててから後でちゃんとしたなんか日本語なり英語なりっていうのをやるっていう人もいるんで、なんかいろんなやり方がありますね。作詞難しいですけど、なんかじゃあ逆に聞いてみたいこととかって？聞いてみたいこと、普段そうですね、普段のなんかそのギターの練習時間と作曲の時間ってどれぐらいなのかなっていうのが気になります。正直練習は最近ほとんどやってないですけど、若い時はなんか6時間とか、でもそれでも6時間とか多分もっと高橋さんもやってると思うんだけど、でもその練習期間って大体何歳から何歳までそんな感じでしたか？19歳前後、なんか大学生ぐらいの時が一番練習してて、でやっぱり6時間とかやると、集中力とかも切れるし、で、6時間ってそこそこの長さなんで、ある程度スケジュールっていうかっていう感じで区切って朝ごはん食べてちょっとやってなんとかしてちょっとやってみたいな感じの大事ですね、切り替えっていういきなりねまとまって6時間って大変なんで、確かにそうですね。大学の期間とかなんか私も高校卒業してからめちゃめちゃ練習できる時間増えあったんで、その期間は確かにそのぐらいやってたかもしれないです。
若い時の方が吸収率が、ね、いいんで、できる時にたくさんやっといた方がいいかなと。ここで基盤ができるんですかね、やっぱみんな。そうだと思う。そうですよね。でその頃にコピーしてた曲とかは未だに弾けるし、でも1週間前にやった曲とかは忘れちゃうし、本当ですよね、いや本当にだし曲作ってるのも忘れちゃう。わかります。そうだからなんか曲、僕の場合ってこうデモを作って、そういうクライアントさんとかに確認を1回出すんだけど、その返答の速さがそのメーカーさんとかによって違うんで、ものによっては1ヶ月とかかかったりとかして、1ヶ月後とかにあの曲の A メロのとか言われても、もう何の曲かもどんなメロディーだったかも自分でも覚えてないっていう感じ。確かに、もし弾き直してくださいとか言われたらどうだったっけ、どんな曲でしたっけって耳コピするみたいな特にギターとかの場合はね、なんか仮で撮ってたギターとか大変ですね、それは。っていう感じなんで、でも若いうちはいっぱい覚えられると思うんで、たくさん引き出しを増やした方がいいかなと。そうですね。普段なんか聴いてる音楽とかってどういう感じですか？それこそドリームシアター以外とかだったら。これもでもね、あんま言うとあれですけど、あんま聴かないですよ、もう。そうなんですか。普段では何もすることがないというか、例えば移動時間とか、昔は音楽聴いてたけど、音楽も聴かないし。そうなんですね。そうそう。なので、ただでもその曲作る仕事なんで、参考曲とかっていうのが向こうからもらったりとかもあるし、例えばこういうジャンルでなんか例えば女性のメタルみたいのをお願いしたいですとかいう時に、いきなり作るんじゃなくて、じゃあこういう感じですかみたいな感じで既存の曲を何個か集めて、でこう提示することがあるんで、その段階では結構聴いてる。それでなんか満足しちゃってるっていう。参考曲あると助かりますね。そうですね。確かに。そうそう。あっちから提示してもらえる場合もあるし、さっき言ったみたいに文字だけでこういう雰囲気なんですけどっていう場合にこっちでうまく噛み砕いて、つまりは音にするとこういうことですかっていう。いいですね。そっか。参考曲確かに助かるな。違ったニュアンスで出されて違います。そう作っちゃってからね。カロリーが。作っちゃってから、いやこれハイトーン系じゃないんですとかあったらかなと思って。同じ女性メタルって言ってもいろんなのがある。あとなんかその作曲方面でのなんか質問になるんですけど、例えばメタルのジャンル多分作るのが一番得意だと思うんですよ。そうですね。ほとんどです。でその黒沢さんに全く違うジャンルのジャズとかが来たらどうしますか？ジャズとかが来たら本当に違う。そしたら僕はあんまそういうの苦手というか経験が少ないんでっていう言っちゃいますね。もうクライアントにそう言っちゃうから、そうすれば大体じゃあ違う人でってなるし、そこであんまりご利用しで、いやでもなんとかそれっぽくで適当でいいんでっていうのはそこまでないかなとは。やっぱ言ってくださった方が助かりますよね、多分相手も。そうっすね、なんか最近すごい感じてます。なんかミックスとかそういう依頼もきっとみんな得意なジャンルあるだろうなっていう面で、やっぱ最初にこの人こういうルーツでこういう音楽これ聴いてきたんだよ、でこういうミックス得意だよっていう参考曲とか渡してくれるとすごい助かるなって最近思ってます。あとはでもものによって、例えばちょっとジャズ風味があるギターソロを弾いてくださいみたいな場合はなんかできなくはないんだろうなとは思って、それもでもなんちゃってにしかなんないですけどっていうふうには言ったりとか。明らかになんかちょっとドジャズだったりとかクラシックギターだったりとかアコギをすごいフィーチャーしたようなやつだったりとかっていうのはもうちょっと難しいと思うんでって言って、場合によっては誰々さんとかそういうの得意だから紹介したりとかも全然しちゃうから。いいですね。なるほどなるほど。そういうスタンスなんですね。そうした方がいいですよね。絶対。でもなんかできないなりに挑戦したりとかも大事だとは思うけど、ただそれで余ってるとあっちはなんかできるのかなと思っ
ちゃうから、それでいまいちなの上がってくると確かにお互いちょっと幸せにならないかなと。確かに、なるほど、ありがとうございます。はい。なんかそういう依頼があったりとか。ああ、たまにそうですね。なんかバンド以外にもその他の個人活動とかも、ありがたいことに増えてきてるね、そういう意味で自分のボキャブラリーをもっと増やした方がいいのか、多分かじった方がいいんだろうんですけど、多分そういうふうに黒沢さんみたいに何かに特化したらその仕事が確実にやってくるみたいな、まあそういいなだね。まあでも多分今もうさくらさんにお願いする時になんか別にジャズをお願いしないかなとはみんな的にもうまあある程度そうそう、ある程度なんかもう知られてるし、やっぱそういうねハードロックなりメタルなり難しいですね、私も多分それやったらなんか高中さんとかそっち行った方が絶対確実ですよって言っちゃうかもしれない。でもなんかチャレンジはしますけど、あとそう例えば広いジャンルで見るとメタルとかってこうすごい特化してるように見えるけど、でもその中でもいろんなメタルもあるし、まあいろんなハードロックもあるし、ちょっとシンセっぽいの取り入れたとかいろんなのがあるから、そういう感じで自分の得意なやつの中なりでちょっと広げるっていうのはなんかやったりとかはするかな。なるほど、確かにスラッシュもあれば、そう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 、じゃあハードロックありますじゃーんってもうリズムに乗せるようなやつとかもありますし、刻みに特化してます。はいはい。っていう感じで、幅広げてってもいいメタルの中で。メタルの中でデスメタルからメロデスまでみたいな短い狭いシンフォニックメタルまでできますね。そうだね、シンフォニックとかもね一つの要素だし、いいですね、それいいですね。そうそう、ガチガチのオケはできないけどロックにねこうオケが乗ってるみたいのはなんとかできますよみたいな。いいですね、そういう意味で刻みとかも私もいろいろ課題をクリアしていこうかな。はい、スラッシュまで。はい、じゃあ、こんな感じでいろいろお話を伺いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんかお知らせとかありますか、最近の。お知らせですか。鋼のファーストフルアルバムが8月18日にリリースいたします。はい、なのでそこから8月20日にリリースイベントがあり、9月23日から名古屋、大阪で、東京が10月29日にツアーファイナルがあるので、ぜひお越しください。はい、ありがとうございます。それでは、ゲストの吉田さくらさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ではさようなら。ありがとうございます。